できたバッテリーケースです。そこがね、ヒーターになってます。で、これね、ヒーターコントローラー。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。今日はまずね、サブバッテリー、リチウムイオンバッテリーのボックスの方から作っていきたいと思います。使うバッテリーはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーというバッテリーなんですけども、このバッテリー、低温になると充電ができないんですね。できないことはないんですけど、0度以下っていう温度で充電をするとすぐにダメになってしまうということなので、それ以上温度が下がらないようにしなければならないんです。寒冷地などに行くと充電ができないということになってしまうんですね。だからケースも外気の温度の影響をあまり受けないものにしなければいけないし、寒冷地ではやっぱりヒーターっていうのが必要になってきますよね。今回は生セルで組んでいくので、そういったシステムが全くついていません。その辺のね、システムの方を組んでいきたいと思います。メーカーにもよりますけど、組み立てられたリチウムイオンバッテリーにはヒーターが内蔵されたものもあります。寒冷地に行ってもちゃんと使える電源システムを組まなければいけないので、その辺ね、考慮したバッテリーケースを作っていきたいと思います。今回バッテリーケースに使う材料は 21mm のランバーコアという板です。このランバーコアっていうのは空気を多く含む軽い材木を間に挟み込んだコンパネのような板なんですね。空気を多く含んでる軽い木が中心に入っているので、断熱性も高いんじゃないかなと思ってこの木を採用することにしました。謎の中国便が届いていました。ヒーターですね。どうするかな。こうするか。これじゃ入らん。こう入れて、こうしますか。この板をで、この線は全部下でつないで、
アルミ板にちょっとヒーターを貼り付けて、これをねリチウムバッテリーのボックスの底に引こうと思ってます。よいしょ。これをですね、両面テープ、ちょっと両面テープの幅が広いので、これで半分に切りましょうか。で、これ間にこう入れたいなと思ってるんで、これヒーターがどうもね、これ12ボルト用のやつなんですけど、結局こっち半分とこっち半分と2枚扱いになってるんで、最初こうしようかなと思ってたんですけど、結構重なっちゃうんで、こうやると、こう向きに行くと4枚ぴったり入るんで、この間にかまそうと思ったら、これを半分に切っていきますか。こうすれば間にちょうどこれを貼ることができるんで、こうしていきましょうか。いい感じですね。ちょうどサイズ的にね。こんな感じでいきましょう。温度センサーはね、どっかこうバッテリーの隙間に入れて、これサーモの、要は温度上がりすぎた時にスイッチが切れるやつですね。これはヒーターのこの近くに持っていきたいんで、これ線が全く短いですよね。ちょっと線を足さないといけないですね、これね。
のね、パイプなんで、これ蓋をして、いきましょう。ものになっていいんでしょうか。これで。よいしょ。電源プラスマイナス、ここにヒーターをつける。ヒーター叩いて、これね。ここに、虫。マイナス。セル。マイナス。ここにヒーター。ここ出した。線を。どうぞ。これプラス。ちょっとね。プラス。これなしは別になんで、どうだね。とりあえずこれは配線をつなぐ場所が分かったので、ヒーターの方を作っていきましょう。接着剤、耐熱エポキシ接着剤でつけときましょうか。このヒーターに貼ってるテープはね、一応耐熱のガラス繊維でできたテープになります。はい、一応これでヒートパネルができました。解説をねちょっと挟みたいと思います。これが出来上がったヒーターです。でね、これ今ヒーター 12V のヒーター、これが1つ分なんですけど、ここ間を切ってね、このスペーサー板を挟んでるんですけど、この部分とこの部分とね2つのヒーターが1つとなっていたものです、製品としてはね。だから2つ左と右の上下のヒーター、これが一対になって1つがこれで売られてたもんですね。でそれを4つつないで、直列につないでね、48V のヒーターとして 48V のバッテリーにつないで使用する予定です。でサーモスタットね、サーモセンサーって言ってたやつですね。これは温度が上がるとスイッチが切れるという温度スイッチみたいなもんですね。それをこの真ん中につけております。でこれなんで真ん中につけたかというと、例えばですね、こっちのヒーターが切れちゃった場合、ここ温度上がらなくなりますよね。そうすると例えばこのサーモスタットこの辺につけてたら、他のヒーターは生きてるんでどんどん温度が上がってくると。でもサーモの部分だけ温度が上がらないということになるので、どちらからの温度も受けるような位置に設置しております。これだから片一方のね
温度しか拾わないようなところにつけると、そのヒーターがもし切れた場合にね、反対側のヒーター温度がどんどん上がっちゃいますんでね、その辺は気をつけないといけません。つける場所ね。本来ならばね、もう1個ぐらいこっちとこっちぐらいつけた方がいいんでしょうけど、直列になってます。この2つのヒーターがつながった並列を4直列つないでるんですね。で、例えばここのヒーターが切れた場合、ここが一番熱くなるんです。で、ここのヒーターが切れた場合、ここのヒーターが一番熱くなります。ただ直列なので、その他のヒーターも全部熱くなるので、そこまで温度が極端に上がっちゃうっていうことはないので、これサーモ一つで対応してます。だから 12V のバッテリーシステムを組む場合に、たくさんヒーター並べるとき、どのヒーターもの温度も拾える位置にこのサーモスタットつけないといけないので、こことここに必ずこのサーモスタット必要になってきますよね。そういう場合はね、2つつけて対応します。これ直列につないだら使えますので、こことここと直列につないでサーモスタットつけると、どのヒーターの温度も拾えるので、つけとく必要があります。じゃないと 12V で使う場合、ここもここもここもヒーターが切れちゃったとして、ここだけがヒーター液出るという場合に、ここだけはどんどん温度が上がるけど、その温度を感知するサーモスタットがここにしかないとかここにしかないとかだったら、ここはどんどん温度上がっちゃうけど、ここで全然その温度を拾うことできませんよね。危険なので 12V これ並列で使う場合ですね、サーモスタットを何箇所かつけとく必要があると思うんでね、その辺はね注意してちょっと設計していかないといけないんじゃないかなと思います。回路図としてはね、このヒーターね、もともと1枚の中にこういうヒーターがね2つ入って、これとこれがつながってて、これとこれがつながってて、でここに 12V を加えるというヒーターです。間にねスペーサーをかますのにここを切りました。これはねヒーターを切ったわけではなくて、ヒーターの入ってる袋ですね、外のカバーだけ切ったんで中には影響してません。はい、4つヒーターね、こうなってます。んでこうつながってて、でこっちの線とこっちの線、それからこっちの線とこっちの線で、こっちの線とこっちの線、こうつないでます。でこれとこれが出てきて、ここに 48V をつないでます。でこれヒーターはね極性ありませんのでね、どっちがプラスでも構わないです。でここ間スペーサー入れるために切って、こうなってますね。でサーモスタットをここにつけてます。サーモスタットで、このサーモスタットの線はここにつながって、ここに
最終的にはこれがサーモスタットにつながって、でこれとこれの間が 48V ということになります。でここ電気流してどんどんヒーターがぬくもってきたら、このサーモスタット今最初65度っていうのがついてたんですけど、65度まで温度上がるとバッテリーの劣化が進むので40度に変えました。40度まで上がるとヒーターが切れると。でまた冷めてくるとこれが入ってヒーターがぬくもるという仕組みになってます。でこの 48V の電源のオンオフに関しては温度センサーね、別についてる温度センサーが設定にもよるんですけど、5度とか10度とかを切るとこの 48V が入るようになります。でそのヒーターが温まったら40度を超えないようにここで切れるようになってる、こういう仕組みになってます。これでね、箱の中に収めて、ここにバッテリーが乗るということです。でその上にこれをつけてヒートユニットで、このバッテリーの隙間にこの温度センサーを落とし込もうかなと思ってます。はい、さっき作ったヒーターとサーモスタットの線を通すところの溝を掘っていきます。はい、箱の底にはねヒーターがついてて、その上にバッテリーがぎっしり並びますんでね、配線を通すスペースがないので横の壁に溝を作って上に持ち上げてきます。そしてバッテリーの上側に BMS とかバランサー、ヒーターのコントロールユニットっていうような機器が並びます。逆こうですね。はい、バッテリーケースが完成しました。バッテリーを収める前にね、ヒーターのテストだけしときたいと思います。これね、できたバッテリーケースです。そこがね、ヒーターになってます。で、これね、ヒーターコントローラー。ここに BMS あるんですけど、この BMS が温度コントロール、ローテンププロテクション。これがついてるタイプの BMS を買いました。そしてそれにはヒーターのコントロール基板が必要だということで一緒に買ったんですけどね、どうもつなぎ方がわかんないんですよ。 BMS の方にもどうも接続するらしいコネクターが1個ついてまして、こっちにもコネクタこれついてるんですね。これをつないでコントロールするのかなと思ってたんですけど、他の配線の仕方がよくわからなかったんでネットで調べたんですけども全然出てこないんですよ。メーカーの方に問い合わせまして配線図があったら送ってほしいということで送ってもらったんです。そしてこれがその送ってくれた配線図なんですけど、その BMS の温度コントロールのコネクタとヒーターコントロール基板のコネクタ全くつながないんですよね。でよく読んでみるとですね、ここに、The heating port with low temp protection The control board and BMS is work separately ということで、この BMS とヒーティングコントロールボードのローテンププロテクションは別々に動作しますということなんですよね。じゃあこの BMS のヒーターコントロール端子付きっていうのは一体何なんだと。中国ですよね。いいんですけどね、ちゃんと働けばね、とても怪しいので実験してみようと思って組んでみました。
氷水をね用意してきたんで、このヒーターのコントロールボードの温度センサー、これを温度下げてみたいと思います。今ヒーターの方はですね、これは電流が実際に流れてるんだかどうだか 0.46 アンペアって出てますよね。そして、ヒーター表面温度25度24度ぐらいですね。そしたらね、温度の方下げてみたいと思います。はい、これで今おそらく0度になったはずなんですが、ちゃんと働くんでしょうか。うんともすんとも。どういうことなんでしょうか。全く何の反応もしませんね。プラスヒータープラスからプラス、そしてマイナスのセルと BMS 間がつながってるところにマイナス、そしてこれ C のマイナスが BMS の出口、間違いないですよね。そして、ヒータープラスマイナス、ヒーターのプラスマイナス、そしてこれが温度センサー。なんとも反応しません。どういうことなんでしょう。ちょっと調べてみます。ヒーターコントロールボードの方はね、全然動作しません。全く無反応なんで、ちょっとヒーターを今直接バッテリーの方つないでみました。温度がね上がってくれるかな。電流の方はね1アンペア今流れてます。ほのかになんかぬくもってる気はしますね。ちょっと置いといてみましょう。でもボードがなんで反応せえへんのかな。そんなねことなら全然 BMS とヒーターコントロールボードと別々に動作するんならね、これを買わなくても温度制御基板をただつければいいだけの話なんでね、これがうまいこと動作しないんならその辺のね温度コントロール基板持ってきてつけようかと思います。ちょっとヒーターの方がねどれぐらいぬくくなるのか試してみます。はい、10分ほど経過しました。これ何度ぐらいですかね。45度ぐらいかな。34度。そんな体温より低くないですね。これ温度計がデタラメ。アルミのとこやと全然温度測れないんで紙入れたんですけど、ちゃんと測れてませんね、温度計ね。これじゃあお話になってない。実際45度ぐらいやと思います。これはヒーターに直接48V をつないでいるためにサーモスタットを通っていませんから、サーモスタットの温度以上に温度が上がります。こいつ温度確かなんかな。ちゃんと出てますよね。この中だけがちゃんと測れない。こんな低いわけはない。この辺なんか50度近いんじゃないですかね。まあヒーターは一応ちゃんと動作して、まあそこそこのいい温度になるようなんで、これはもうヒーターコントロールボードね、もう作るしかないですね。もうこんなわけのわからんのね使えるように調べる時間があれば、温度センサー基板1個買ったらすぐ簡単にできるんで、そうしましょう。今回はここまで。続きはまた次回以降やっていきますのでお楽しみに。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画は
アウトドアアクティビティのサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。